毎日讃岐うどんの動画を更新させていただいているヤグタウンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。今まで紹介した店舗は104店舗。その104店舗の中から厳選して讃岐うどんツアーを組んでまいりました。今回は昨日の動画に引き続き2日目、30代、40代におすすめのうどん巡り、1泊2日の2日目の動画となります。まだ1日目の動画を見られていない方は下の概要欄にリンクの方貼っておきますので、ぜひそちらから見てください。さあ、ということで2日目です。1泊2日で合計8店舗回ろうと思っております。1日目で4店舗回ったので、今回の動画では残り4店舗を紹介する形になりますね。さあ、それでは累計5店舗目になる2日目の一番最初に行くお店は宮川製麺所さんです。この宮川製麺所さん、出発地を昨日の最終店舗白川うどんさんから見ると距離が5キロ、そして時間で言ったら10分で着くことができます。ということで白川うどんさんを9時5分に出発、それから10分の時間をかけて宮川製麺所さんに9時15分に到着、少し長めに時間をとって10時15分まで滞在して次の店舗の方へ向かっていくといったようなプランでいきたいと思います。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。それでは出発進行。さあ、それでは5店舗目に行く宮川製麺所さんの基本的な情報の方をまず説明していきたいと思います。まず美味しさの指標になる食べログ、そして Google の点数なんですが、食べログが 3.74 点、Google が 4.1 点となっております。定休日は毎週日曜日です。そして営業時間ですが8時から18時なんですが、玉切れ次第終了となっているので少し早めに行ってください。住所は香川県の善通寺市にあります。最寄りの駅からは 1.5 キロ程度離れているので、やっぱ少し電車では厳しいですかね。そしてこちらおすすめのうどんですが、かけうどんです。小を190円で食べることができます。安いですよね。で、こちらはですね、いりこがすごく特徴的な出汁なんですよ。自分でかけだしをひしゃくですくって入れるんですけど、そこの方にいりこが溜まっているんですよね。で、そのいりこは何個でも入れてもいいんですよ。だからいりこが好きな方はいりこをドバって入れるのをおすすめします。で、肝心のうどんなんですが、麺にごっついようなコシはないんですけど、かなり優しい食感で食べることができます。朝うどんにもってこいの味です。そして特徴のいりこだし、美味しいです。いりこの風味と、あとこの温かいだしがとっても合うんですよね。ちなみにこのいりこだしをもっと楽しみたいっていう方は薬味一切入れない方がいいっていうことです。単純にだしだけの味を楽しむのが通な食べ方です。それではごちそうさまでした。次の店舗の方へ向かっていきましょう。2日目の1店舗目、宮川製麺所さんはいかがでしたか？製麺所さんを1店舗目に持ってくるのが僕は個人的に好きですね。ということで合計6店舗目の次のお店は手打ちうどん小野さんです。こちらの小野うどんさんは宮川製麺所さんから距離は8キロ、時間で言ったら15分で着くことができます。ということで宮川製麺所を10時15分に出発、そして15分の時間をかけて手打ちうどん小野さんに10時半に到着、そこから1時間の時間をとって次の店舗の方へ向かっていきたいと思います。それでは出発進行。さあ、それでは2日目の2店舗目、手打ちうどん小野さんの基本的な情報の方を説明していきたいと思います。まず美味しさの指標になる食べログ、そして Google の点数ですが、食べログが 3.75 点、Google が 3.7 点となっております。定休日は毎週日曜日です。そして営業時間なんですが10時半から17時までとなっております。今回は10時半の開店に合わせて1店舗目の時間をちょっと調整しました。そして住所なんですが香川県の三豊市にあります。最寄りの駅からは 1.5 キロほど離れていて、徒歩で言ったらだいたい20分程度かかりますね。ちょっと遠いですかね。こちらのおすすめのうどんはかけうどんです。小を220円で食べることができます。ちなみにこちらの店舗、なんと創業が明治43年、
100年以上の歴史のあるお店なんです。その味を引き継いでいく店主さんは今で4代目らしいです。肝心のうどんなんですが、麺は少し細めですね。でもコシが強いうどんでした。だしはいりこの風味が程よくてすっきりとした味わいのだしです。このうどんとだしを作る職人技、麺とだしのバランスの取れた感じは朝に食べるうどんとしてはすごく最適だと思います。ということでごちそうさまでした。それでは次の店舗の方へ向かっていきましょう。この1泊2日の旅行の旅ももう終盤に差し掛かっています。さあ、ということで7店舗目に行かさせていただくお店はプリウマうどんふるさとさんです。こちらの店舗では天ぷらがすごく美味しいのでそちらをおすすめします。ということで小野うどんさんからの距離は8キロ、そして時間で言ったら15分ほどで着くことができます。それでは小野さんを11時半に出発、15分の時間をかけてプリウマうどんふるさとさんに11時45分に到着、12時45分まで滞在して次のお店へ行きたいと思います。さあ、それでは出発進行。さあ、それではプリウマうどんふるさとさんの説明の方させていただきたいと思います。ちなみにプリウマって最初についてるのはふるさとさんっていう同じ名前のところが多分いっぱいあるからだと思います。まず食べログ、そして Google の点数ですが 3.74、 そして 4.1 点となっています。定休日は不定休となっているので訪れる前に電話で1回確認した方がいいと思います。営業時間ですが基本は11時から14時までです。ただし金曜日は11時から13時半までとなっているので注意してください。住所は香川県の三豊市にあります。最寄りの駅からはだいたい4キロほど離れていますね。そしてこちらのおすすめのうどんなんですがプリプリエビの天ぷらうどんです。これが並で600円で食べることができるんですが、揚げたてのエビが出てくるんですよ。提供された時はそのエビ天熱々すぎて出汁の上でジュージュー言ってるんです。本当に他店で僕はこんなの見たことがないのですごくおすすめします。肝心のうどんですが麺は角がはっきりした美味しいおうどんです。熱々の出汁に負けないコシを持つうどんですね。その出汁なんですが雑味を一切感じない上品な出汁でした。そして何よりエビ天ですよね。熱々なんですぐ口に入れることはできないかもしれないんですけど食べたらプリップリです。熱々のプリップリのエビにもっちりとした食感の麺、これがすごく合うんですよね。ということでどうもごちそうさまでした。さあ、それでは次が最後の店舗になります。30代40代におすすめするうどん屋さん、1泊2日の旅行、次で最後の店舗になります。ということで最後に選ばさせていただいたお店は生誕手打ち譲渡さんです。生産で一番と言われているすごく有名な場所なんですよね。距離は16キロ、時間は25分で着くことができます。ということでふるさとさんを12時45分に出発、そして25分の時間をかけて譲渡さんに13時10分に到着、そこから1時間の時間14時10分まで時間をとってこれにて2日目の旅行も終了とさせていただきます。ということで最後の店舗向かっていきましょう。出発進行。さあ、それでは譲渡さんの説明の方させていただきたいと思います。まず食べログ、そして Google の点数なんですがそれぞれ 3.81 点 4.2 点と非常に高い数値なんです。定休日は毎週月曜日と木曜日です。ただし祝日の場合は営業しているので代わりに別の日が休みになるということでした。営業時間は9時から14時半までです。ただしこちら玉切れ次第終了となりますのでご注意を。住所は香川県の観音寺市にあります。最寄り駅から徒歩1分、めちゃくちゃ近いところにあるんですよね。そしておすすめのうどんはかけうどんです。これは小を230円で食べることができます。肝心のうどんなんですが麺はかなり太めです。そして自家製なので太さがバラバラ、これいいですよね。しっかりとコシもあります。そして何よりこちらのお店本当に出汁がめっちゃくちゃ美味しいんですよね。いりこがよく効いた出汁なんです。芳醇でコクのあるいりこがたまらなく美味しいです。
こちらのお店の看板にも書いているんですが、火打ちのいりこは日本一。この火打ちっていうのはお店の前に広がる火打ち灘のことを言っているんです。この火打ち灘にある伊吹島のいりこがめちゃくちゃ美味しいんですよね。そのいりこを使った出汁がなんせここは売りです。絶対にかけうどん食べてください。どうもごちそうさまでした。それではこの1泊2日の旅行のおさらいの方していきましょう。さあ、30代40代におすすめのうどん巡り1泊2日の旅はいかがでしたか？個人的に僕が30代なのですごく僕好みのお店に偏ってしまったかもしれないんですけど、少なくとも僕はおすすめする店舗ばかり書かさせていただいたので、ぜひ参考になればと思います。ということで今回行ったお店のおさらいです。まず5店舗目に行ったのが宮川製麺所さん、6店舗目が手打ちうどん小野さん、そして7店舗目がプリウマうどんふるさとさん、8店舗目に生誕手打ち譲渡さんに行かさせていただきました。ということでちょっといつも言ってるんですが、もし今回の動画少しでも参考になった、ちょっとでも讃岐うどん食べたくなったって思っていただけた方、ぜひぜひチャンネル登録、そして高評価を押していただけると本当に嬉しいです。あとここはすごくお願いしたいところなんですが、もし知人でうどん好きの方おられましたら、ぜひこの動画の存在のことを知らせていただけると本当に嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。コメントも随時お待ちしております。本当に何でもいいです。何でも書き込んでください。ぜひ交流していきましょう。それではヤグタウンのチャンネル、毎日20時に讃岐うどんの新しい動画の方アップロードしていきますので、ぜひこれからもよろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴どうもありがとうございました。ヤグタウンでした。それではまた次回の動画も見てください。またね。雨上がりの赤い夕焼けが綺麗で、俺はなぜかこぼれそうで歌ったのだ。濡れた風を突き放して走ったのは雷鳴さっていう立ち上がりの線路。